本日は山梨県南部町にあるバイオマス発電所にやってきました。それでは早速お話を伺いに行きましょう。本日お話を伺うのは株式会社長大国内営業企画部課長竹下光夫様です。竹下様は環境の取り組みをここ山梨県南部町のバイオマス発電所で行ってきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず御社のバイオマス事業の概要と事業が始まった経緯について簡単に教えてください。はい、我々は木質バイオマスガス管発電設備を2016年に計画が始まりました。それで2021年6月から竣工を始めまして今に至ってます。はい、我々はですね南部町さんと公民連携のバイオマス事業としてこの、建設を行いまして、この京南地域、南部美濃部、藤川、早川町のですね間伐を利用してその燃料でですね、何か環境に貢献できることないかということでこのバイオマス発電所を建設をしました。はい、ありがとうございます。では本事業は3社の共同出資の事業となっていますが、その役割分担や協力内容について教えてください。わかりました。一番のですねこの発電所のコンセプトとしまして、公民連携というのがあります。それはですね我々が民間事業者としてこちらの発電所事業を営むんですが、実はここってですね南部町の防災拠点の最大の施設がこちらアルカディアスポーツセンターの体育館になっています。はい、で近年ですねやはり災害が多いもんですから、民間企業として何か支援できないかということを考えたところ、非常時にはですねこのバイオマス発電所から発電する電気を体育館に送る。また実はこのバイオマス発電所は排熱も取れるので、その排熱を利用して市民プールの方に熱を送ってですね、今灯油ボイラー使ってますからそれを排熱ボイラーに変えると、そういうことでエネルギー事業ではあるんですが、そういう町民の方に何とか支援したいということでそういう防災拠点ということも兼ね備えてですね、であれば公民連携でこの事業を進めていこうという形になりました。それでこの発電、我々3社で会社南部町バイオマスエナジーという会社を作ってるんですが、我々が事業主体として株式長大が立ちまして、それ日本トラックバスターさんがこの発電設備を調達、納品立ち上げを行いました。このバイオマス発電所には燃料がどうしても必要ですので、その燃料は南部グリーンエナジーさんが調達してですね、我々が依頼したチップの形にして納品をしていただいています。そういう意味では民間企業と町とみんなで連携したバイオマス発電所となっています。そうなんですね。ありがとうございます。はい、その中でバイオ炭の生成に取り組むようになったのはどういった経緯なのでしょうか。はい、この施設はガス化発電施設といいまして、木質チップからガス化炉を使ってですねガスを作り出して、それをエネルギーにしてガスエンジンで燃やして、それで電気エネルギーに変えて送電してます。でその発電プロセスの中でバイオ炭が生成されてきます。どちらかというとバイオ炭を生成するというよりは、木質チップの副産物としてバイオ炭が生成されるというふうに我々は認識しています。はい、ありがとうございます。はい、では次にどのような設備で発電やバイオ炭の生成が行われているのか教えてください。わかりました。バイオマス発電所には2種類の方式がありまして、一つは直接燃焼方式、もう一つは熱分解方式があります。で簡単に言いますと、直接燃焼方式はだいたい炉の中にですね1300度とかそういう高温で木質チップを燃やして、それで蒸気を作って、それでタービンを回して、それが運動エネルギーが電気エネルギーに変えて送電するというタイプです。なので排されるのは完全焼却を目指してますから灰になります。熱分解方式の方は、大体炉内の温度が1000度から900度になりますので、灰というよりも炭がバイオ炭が排されるので、我々はそれを狙ってですねそれを有効活用しようと
いう目的でこちらの、設備を導入しました。それとやはりこちらのメリットは小型化、小規模な施設で運営できますので、直接燃焼になりますとね、5メガとか50メガとか非常に大きな敷地と、予算かかりますので、我々はやはり先ほど説明した公民連携というのも、そしてその人口が少ない町でもですね運営できるような無理のない方式を検討した結果、この熱分解方式を決定しました。はい、勉強になります。ありがとうございます。では生成したバイオ炭をどのように活用していらっしゃるのでしょうか。はい、当初我々の事業計画ではこの建設が始まった時にですね、まだバイオ炭の活用方法は決まってなかったんですね。基本電気と、熱とそちらの収入でいろいろこの事業計画を立てていたんですが、バイオ炭ってですね実はまだ日本ではそのまま捨てると産業廃棄物になるんですね。で炭を捨てるってかなりの費用がかかるんです。それをじゃあどうしようかって考えた時に、知力増進法という法律がありまして、その中に12種類の土壌改良剤が認められているんですね。その中で木炭っていう項目があるんですよ。そことバイオ炭を重ねてですね、じゃあ土壌に施用すれば土壌改良になると。もともと炭というのは土壌にいいと言われているものですから、そこに目をつけてですね我々は今普及活動をしております。ただですねそれをやるのにもなかなか説明とか、我々別に農家さんの流通とかお知り合いとかいなかったもんですから、それをちょっと一から始めまして、今意外と認知度が広まってきたんですが、一番のその活用の収穫はですね、今南部町隣に朝霧高原って酪農で有名な農地があるんですよ。でそこの乳牛の飼料でおがくず使うんですけど、そこにバイオ炭を混ぜてもらって今使っていただいてます。それ何が効果的かというと、消臭とかあとは蓄熱しますんで、冬とかですね牛が結構喜ぶというか過ごしやすい環境が生まれるんですよね。牛って寝る時ってこう寝るの知ってます？そうすると乳牛って自分で、排出した糞とかおしっこでお乳とかですねやると乳頭炎とか病気になるんですよ。寝やすいんですね。でちょっとそのバイオ炭を混ぜることによってなんかそういう抑制する効果ないかということで今一緒に酪農家さんと取り組んではいます。もちろんですねしかるべき検査機関さんにですねいろいろそのサンプル採取していただいてブドウ球菌とかですね増殖しないかとかそういうのは全部測定はしてます。その後ですねその飼料を回収してそれを堆肥工場に送って、それを有機肥料とかに変えてですねバイオ炭混ざったその牛糞堆肥とかですね、それを今後流通していこうという計画で今進めています。はい、わかりました。ありがとうございます。最後に今後他の地域で同様の取り組みを行うために留意すべき点があれば教えてください。わかりました。先ほどのちょっと説明させていただいたんですが、我々はここの発電所、公民連携から始まりまして、事業としてはですね、基本民間事業でありますから、やっぱり収益とか利益をやはり追求するところもやはり外せない項目です。ただですね我々はこの発電所を作って運営した時にやはりいろんな気づいたことがあるんですね。もちろんバイオ炭もそうですけど、酪農家さんとの出会いとかですね、あと山梨全土の果樹園さんに我々のできたバイオ炭を供給する、使っていただくとかいうですね、そういう取り組みをする中で、このバイオマス発電所単体というちょっと小さい視点でビジネスを考えるとやはり行き詰まってしまう。やはりビジネスっていうのは入り口があって出口がある。ここで言うと森林資源を間伐をチップ化して我々納品してもらう、それは入り口ですよね。で出口は我々は電気、熱、バイオ炭ありますね。それをどう循環させるか、この課題にもうどうしても直面するんですよね。でその時にウェブ検索だったんです。日本バイオ炭普及会さんのホームページに当たりまして、柴田先生がやってるクールビレッジ構想に出会いましてね、ちょっと私電話させてもらったんですよ。そしたら小沢さんって方が出ましてね、それでいろいろ説明して毎日のように私電話しちゃったんですよね。いろんなヒントが隠されてた。で我々が求めてるような
いろいろそのビジネスの仕組みですね、はい、じゃあ一旦これやってみようと。でその流れで私はその先ほど説明した朝霧山高原の酪農家さんに行ったりですね、あと果樹園さんに宣伝したりですね、いろいろしたんですよね。それをやっていくうちにやはり気づかざるを得なかったんですよね。やはり発電所だけじゃないと、そこから派生するビジネス、そこから出会う人々、その関わる人たちが無理せずに今やってるお仕事でちょっと意識を変えてもらって炭を供給するか、排熱を使ってもらうとか、そのできた野菜をクルービレッジコースもあるんですけど、その流通乗せてやるとか、例えばですね、いろいろやっぱ環境に非常に関心の高い主婦の方もいろいろいらっしゃるので、本当来ていただいたりしてですね、我々は一般消費者の方に最終的にどういう形で我々のビジネスが届くか、私思ってるんですよ。この発電所は資金循環工場って私言ってるんですよね。これなぜかというと、資源が回れば資金が回る、そういう一つの仕組みでありたいなと思うんですね。そうなると最近ローカル SDGs っていうのも皆さん歌われてるんですが、そこに一つのその貢献する一手法になるんじゃないかということで、我々はこのビジネス力入れてます。もうやっていくうちにも気づかされたのがたくさんありましてね、自然のその流れなのかなっていうふうに今後も取り組んでいきたいと思います。そういう意味ではその南部町の次の地域にこの仕組みを納入といいますか導入するんであれば、そこまで考えてやった方がいいと。それが我々建設コンサルタント業のやはり仕事なのかなって役割なのかとそう感じています。はい、大変勉強になります。ありがとうございます。質問はこれで以上です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。